はあ、メイはどうしているかしら。明日帰ってきたらちゃんと私の気持ちを。見つけたー、すずにゃー。メイ、帰ってくるのは明日だったはずでは。すずにゃんに早く会いたくて寮にいないから探したよ。メイね、すずにゃんと喧嘩しに来たよ。なるほど。私と喧嘩を。はい？喧嘩？すずにゃん、メイはね、すっごく怒ってるんだよ。メイはすずにゃんとユニットを組んでいっぱい楽しいことをしようと思ってたんだ。なのにすずにゃんってば打ち合わせのたびに機嫌が悪くなっていきなり怒って、メイの話も聞いてくれないし、あれじゃどうしたらいいかわかんないよ。すずにゃんのバカ！言わせておけば好き放題に。あなたに何がわかりますの？私が熟慮に熟慮を重ねたアイデアの数々をセンスだけであっさりと打ち負かしていく。どうして私がこんな屈辱を味わわなければいけないんですの？メイだってすずにゃんとユニットを組むならどうしたらいいかなってずっと考えてたよ。どうせ考えると言っても3分くらいでしょ。私は3日3晩考え続けましたわよ。それはすごいけど、途中で眠くならない？確かに夜更けになるとついうとうとしてしまって。そんなことはどうでもいいですわよ。メイだって猫ちゃんの集会に行ってどうしたらいいかいっぱい聞いて回ったんだから。それはすごくないですわよ。危うく騙されるところでしたわ。というか猫の集会って何ですの？すずにゃんなりに考えてることがあるのは分かったけど、それをちゃんと言ってくれなきゃ分かんないよ。練習の時だって意地張って無理やり続けて怪我しそうになったことがあったし。それならライブの MC で予定にない話題をいきなり切り出すのはやめてくださいまし。それならすずにゃんだって宿題を終わらせないで出かけちゃダメだよ。それはあなたの共犯でしょうが。2人して先に大目玉を食らったのを忘れたんですの？すずにゃんのバカ！メイのアホ！言ったな、すずにゃんの。どうして黙るんですの？あなたが売った喧嘩なのですから、ちゃんと最後まで。いっぱい言っちゃったけどさ、メイはね、全部ひっくるめてすずにゃんのこと大好きなんだ。そんなの私だって。すずにゃんの気持ち聞けてよかった。いろいろごめんね。私も強情になって余計な言い争いを生んでしまってごめんなさい。メイ、すずにゃんが大好きだからね、このままお話できないままなんてやだよ。いつもわけわかんないことばっか言っちゃって、すずにゃんだって面倒だろうなって思ってて、でもすずにゃんはいつでも構ってくれるから嬉しくて。そんなことを気にしてましたの？別に嫌がったことなどありませんわ。謝らないでいいですわよ、もう。でも大事な時に自分の気持ちもちゃんと伝えられなくて、このユニットのことだってもっと早いうちにすずにゃんの気持ちを聞けばよかったのに。私だってこんな子供で面倒なところだらけの自分をあっさり受け入れてくれて、それが嬉しくて。なのに散々勝手なことを言ってあなたを傷つけて、あなたと別々に帰った日は一人の帰り道が
とても寂しかったですわ。メイも寂しかったよ。すずにゃん、ごめんなさい。また今までみたいに一緒にお話ししてくれる？当たり前ですわよ。私こそ本当にごめんなさい。すずにゃんってば泣いちゃってる。何言ってますの。泣いたのはあなたがさっき。いっぱい泣いたらすっきりした。目元がすっかり腫れてますわよ。すずにゃんだって真っ赤っかだよ。ねえすずにゃん、帰って打ち合わせしない？もちろんですわ。私たちのユニットはこれからが本番ですわよ。